はい、こんにちは。今日は2026年の6月5日の今朝9時ぐらいですね。ちょっとね、今日時間があったんで、このハブフボーさんのロードバイクで走りに来ました。ちょっと今家から20キロちょっと走ったところですけど、いや、非常に素晴らしいですね。緑色のピストに比べて同じぐらいのギアにしてる時でも巡航速度が明らかに高い。めちゃくちゃ楽に走れます。いや、ちょっとね、今この前動画にしたホンダエアポートのところでちょっとちっちゃいけど吹き流しが見えますかね。風向きが見えると思うんですけど、ほぼ向かい風だったんで、ちょっとサイクリングロードはしんどかったですね。風がちょっとある。荒川のサイクリングロードは基本的にもう向かい風との戦いなことが多いです。ちょっとね、今日曇っちゃったんでね、ハブさんのロードバイクの紹介動画撮るのはちょっとどうなのかなって感じなんですけど、晴れてる日に撮影したいですよね。できれば。埼玉県吉見町の道の駅、いちごの里吉見というところに着きました。こういう風に農協がやってる直売所があって、米とかは農協ちょっと高くてあれなんですけど、野菜が安くて最高なんですよね。ただ今日自転車なんで持って帰れない。自分は日本人ですが中国のビリビリをとてもよく見るんですが、動画のジャンルで日本に住んでいる中国人の方が日本の街の風景とかを紹介するっていうのがあるんですね。それでこの辺りに住んでいる中国人の方がこの道の駅吉見を訪れているというものがあって、でちょっとサイクリングロードの近くに地図を見せたらあったんで、じゃあ自分も行ってみようかなって思ってこの日来てみました。ちゃんと自転車が止められるようになってる。うどんを食べておこうかと思ったんですけど、11時からだった。今まだ朝の10時なんですよね。この後少し足を伸ばして吉見町にある吉見百穴という有名な観光地に行ってきました。その後道の駅に戻りました。天ぷらつければよかったかも。埼玉県産の小麦のうどんということで麺は美味しかったんですが、ネギがこれしかつかなくてちょっと物足りなかったです。ということで道の駅に戻ってきてうどんを食べました。ごちそうさまでした。この後は荒川沿いに家に帰るんですが、これまで通ったことがないルートを通ってみることにしました。道の駅の横にあるお店なんですけど、米とお花のお店なんですけど、米花っていう殺人事件が起こりそうな名前のお店。ここは川幅が日本一、川幅2537メートルのところです。ただこれは言葉のあやで、見ての通り水はないです。要は台風とかで増水した時にってことですね。ちょっとここで荒川の反対側に渡ってで帰りましょうかね。ここは荒川の河川敷の中なんですが、本当にのどかなところで素晴らしいですね。鳥の声が大量に聞こえて、かなり精神的に良い。ここは埼玉の北本市というところの水辺プラザ公園というところなんですけど、非常にこのようにね、綺麗に整備されて、デイキャンプができるいいところっぽいですね。サイクリングロード的にはこういうキャンプ場の水道があって水が補給できるのがありがたいです。この後川の近くの埼玉県上尾市の住宅地の中を走っていたら、野生のキジがいて目を疑いました。野生のキジが生息してるっていうのは初めて見ましたね。ちょっと画質が悪いんですけど非常に珍しいです。荒川の左岸、つまり東側っていうのはサイクリングロードのルートがとても分かりづらくて、こういう普通の県道の車道を走って帰ることになってしまいました。普段走っている反対側の堤防の上の道は確かに走りやすいんですけど、周りに何もないので、自然環境でいうとこっち側の方が面白かったですね。あと文化的にも結構古い建物とか見どころがありそうだったので、また走りに行きたいなとは思います。ちょっとルートは分かりづらいですね。ということで Vlog 的な動画でした。ありがとうございました。